皆さんはルフィの夢の果てって何だと思いますか？第574話でエースの口から夢の果てという言葉が出たのが2010年2月15日。13年という期間に全ての読者が一度は想像したであろうルフィの夢の果て。ルフィのことだからきっととんでもなくスケールの大きい夢だろうと僕は想像してしまいましたが、これだけ長年考えても納得しきれないということは逆に案外とシンプルな夢なんじゃないかと考えました。というわけで僕の考えるルフィの夢とは、世界中を旅して入りたいやつはみんな受け入れる世界一自由な国を作るです。なぜこの結論に至ったのかを説明していきます。ルフィが自分の夢を言ったのが7歳の頃ですから、ルフィの夢を7歳までの経験からルフィが思いつくものに限定して考えます。つまり第1話と第582話からの回想会にヒントがあるはずです。ルフィは第1060話で夢の果てを語る前にサボがコブラ王を殺害したというニュースに対して、サボは犯人じゃねえよ、サボは窮屈な家で育ったからみんなを自由にしてだけなんだと言いました。この後にルフィの夢の果ての話が始まるわけですから、このセリフも関係しているでしょう。サボの夢は広い世界を見てそれを伝える本を書きたいです。サボが伝えたい相手、それは自分に似た環境で育っている子供たちでしょう。3人の夢を目的と手段とに分けて考えます。サボの目的はみんなを自由にしてやりたいで、その手段が狭い世界しか知らず窮屈な思いをしている子に本で世界が広いことを伝えるです。これを夢イコール手段と夢の果てイコール目的に置き換えると、夢が広い世界を伝える本を書くとなり、その結果となる夢の果てが自分が窮屈な環境にいることを知り自由を目指す子が増えるなのでしょうか。次にエースは自分が欲していたものが勝ちまくって手に入れる最高の名声ではなくて、生まれてきてもよかったのか、その答えだったことに気づきました。2人とも子供の頃の環境や体験が夢の根底にあります。もっと言えば白ひげもビッグマムもカイドウも皆子供の頃の体験が夢に直結しています。ビッグマムの夢は失ってしまった羊の家にいた頃の幸せな時間を想起させる、世界中のあらゆる人種が家族となり同じ目線で食卓を囲むことです。白ひげの夢は語られていませんが、ガキの頃から欲しかったものがある、家族と言い、船員のことを息子と呼びます。カイドウは子供の頃にあまりの強さに国が持て余し、政治に利用され海軍に売られた経験をもとに、実力があるものをどんどん受け入れる国を作りました。ガープ曰くロジャーの生い立ちもエースと似ているそうです。麦わらの一味のメンバーもブルックはまだ明かされていませんが、皆子供の頃に辛い思いをしています。ルフィの夢はそんな敵味方含めたみんなの願いに近いものであってほしいと僕は思っています。それが入りたいやつはみんな受け入れる世界一自由な国です。僕は小田先生ならばルフィの夢の果ては初めから決めてあったと思っていますので、第1話に絶対重要なヒントを入れてくれていると信じています。そう考えて第1話を見てみましょう。7歳のルフィが買い物かごを持って魚屋に行っています。そして魚くれ、魚屋のおっちゃんと言って普通に買い物をしているようです。しかし牧野さんの酒場でも宝払いと言っているように、ルフィはお金を持っていないはずです。もしもガープが後で払うというなら宝払いではなく付け払いです。宝払いにはいつか自分が払うというニュアンスが込められています。おそらくルフィは魚屋でも宝払いで買い物をしているのでしょう。もしそうだとすると、ルフィは7歳ですし、宝払いといっても実際の支払いはいつになるのか分かりません。これはもう村全体で家族としてルフィを育てているようなものです。ルフィは海賊になると決めているから宝払いと言っていますが、家族で言えば子供の頃は親に食べさせてもらい、自立したら恩を親に返していく、とても当たり前のことを言っているんです。ルフィは自分を育ててくれた人たちを家族のように思っている。そう考えるならば第589話でダダンに送った独立国家を作ったという手紙は、親から独立するという宣言になります。ルフィにとっての国とは家族に近い感覚であるとするなら、ルフィの夢である世界一自由な国にいる子供たちはみんなで育てるべき存在です。ルフィにとって世界一自由なのが海賊王ですから、海賊の国の国民の支払いも支払う能力がまだないものは宝払いで良いのだと思います。
これがダチが腹いっぱい飯を食える世界です。ここでロジャーとルフィの2人から夢の果てを聞いているシャンクスの反応を考えてみましょう。シャンクスは涙流して笑っていたそうです。シャンクスは赤ん坊の時に宝箱の中から発見されたため、実の親は分からず海賊であるロジャーの船で育てられました。フィルムレッドではシャンクスは自分の幼少期と同じ状況にあるウタの将来を考えて音楽の国エレジアに行きました。結果的には不運にもウタがトットムジカに取り込まれてしまい国を滅ぼしてしまったため、シャンクスが罪をかぶりウタと離れることになってしまいましたが、僕はこのシャンクスの行動がロジャーの夢の果てにもつながっていると思います。それは子供たちにのびのび自由に生きてほしい。大人の作ったいろいろなしがらみや苦悩から子供たちを解放してあげたい。だから王様が先陣切って一番自由に生きる。ルフィが細かいことまで考えているとは思いませんが、宝払いによって子供たちが夢見た仕事の勉強や修行をすることができたり、自分のなりたい夢に向かって進むことをみんなが応援してくれる社会、それを実現させた世界こそルフィの掲げる夢の果て。シャンクスは自分が叶えられなかった夢を聞き、涙して笑ったのだと思います。そして夢の果てを聞いた麦わらの一味の反応は、皆幼少期に苦労をしているメンバーなので、ポジティブに自分も参加する夢として捉えていると思います。まあネガティブ代表のウソップは海賊が国を作るという時点で無理だと言っていそうですが、ウソップが否定したものは現実になりますからね。あともう一つ、なぜ世界中を旅して入りたいやつはみんな受け入れるという文言を入れたのかについてお話しします。フィルムネットの連動版アニメでウタにあんたの新時代って何と聞かれたルフィは、俺は世界を冒険したい。いろんな場所に行っていろんな奴らと会っていろんな食い物が食べたいんだと答えています。それに対して、それじゃ世界は変わらないじゃないと言われて軌道修正したのがルフィの新時代です。そう考えると、ルフィの新時代の前提としてあるのは、ルフィが世界を冒険することです。世界を旅して回り、自由を求める人を船に乗せる。そしてその先にルフィの考える新時代がある。勘のいい人は気づいてると思うんですけど、これってドラゴンがやっていたことにも近いんですよね。ドラゴンは世界政府加盟国で革命を起こし、世界政府を倒すことで新時代を作ろうとしていたけど、ルフィは自由になりたい人をどんどん受け入れていき、自由になりたい国には旗を渡して守ることで自由な世界を広げていく。誰でも支配されるより自由がいいに決まっているから、この流れは止められなくなる。そうすれば世界政府に一極集中していたお金の流れがひっくり返ります。ただこれには前提があって、麦わらの一味が世界政府でもそうそう手が出せない海賊じゃないといけない。だからこそルフィは海賊王になりたいのだと思います。あとルフィの世界中を旅する国って何ってことなんだけど、僕はスリラーバークみたいなものだと考えてます。島のように大きな船なら第1話で魚屋のおっちゃんに言った「俺は一生船から落ちない海賊になるから」というセリフも回収できます。ユデロンさんのルフィが仲間に誘って断られたキャラはいずれルフィが手に入れるものを表す説を使わせてもらうと、以前ルフィが仲間に誘ったことのあるアイスバーグはウォーターセブンを島ごと浮かすと言っていたので、アイスバーグに島を浮かべてもらいます。そしてその方はきっとベラミーが作ってくれた破れない布を使うでしょう。そしてその島はストロングワールドの連動版アニメに出てきたようなそれぞれの故郷を思わせる島なんだと思います。今回の考察どうだったでしょうか。ルフィの夢を一言で表せる素敵なフレーズが思いつかず少し長くなりましたが、だいたいこんな風に考えています。ワンピースにはピーターパンの要素が多いし、魚人たちが子供の頃に憧れるシャボンディパークがあるシャボンディ諸島はネバネバした島にピーターマンがいたからネバーランドのオマージュでしょう。ルフィとリンクするエネルが目指した限りない大地を無理やりに英訳してネバーエンドランドと考えると、ルフィの夢がネバーランドを作るとかでもよかったんですけど、僕の言語能力ではうさんくさくなりそうだった。もう一つのフレーズ候補でバギーののびのび戦いやがったとウソップのワゴームランドとロビンのロビランドをかけてのびのびランドを作るかなとも考えましたが、やっぱりボツにして今のフレーズになりました。今回の考察は以上です。質問とか自分はこう考えているみたいなのコメントで教えてください。これからもちょっと変わった視点の考察を出していきますので、見逃さないようにチャンネル登録してくださいね。いいねボタンもポチッとよろしくね。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回。